題も大変だった。複数モチーフがあるデッサンってやっぱり難しいな。描写自体もそうだけど、構図にどう収めるのかも工夫が必要になるしね。帰ったら家にあるものでもう一回やってみようかな。私もそうしようかな。そういえば双葉って課題の復習以外にどんな練習してるの？私？そうだな、いろいろあるけど、最近は昔うまく描けなかった構図やモチーフのデッサンに挑戦したりしてるよ。前より描けるようになってたり、もっといい構図に気づけたりして楽しいんだ。へえ。昔うまく描けなかったものか。そういえば私も途中まで描いてなんか違うって描くのやめちゃった絵とかいっぱいあるの。特にあの頃は。あいつを見返してやろうって思ってちょっと難しい構図やモチーフに挑戦したな。そうだ、海の中の絵とか描こうとしたっけ。泡とか光を幻想的に描ければ技術を証明できるって思って。でもイメージ通りに描けなくて、あいつの言葉も頭をぐるぐるよぎって、結局イラついて最後には捨てちゃったんだよね。はあ、えなちゃん、どうかした？ああ、ごめん。なんでもないよ。私にも途中で描くのやめた絵があったなって思って。そっか、やっぱりうまくいかない時ってあるよね。でもいろいろ気づけたり、昔よりも成長したなって感じられるし、描けなかった絵に挑戦するのは練習としておすすめだよ。そうだね。教えてくれてありがとう、双葉。私も何かできないか考えてみる。でもいろいろ気づけたり、昔よりも成長したなって感じられるし、描けなかった絵に挑戦するのは練習としておすすめだよ。成長か。あの時描こうとした海の絵、今の私が描いたらどんな絵になるんだろう。あの絵だけじゃない。他にも描こうとしたけど描ききれなかった絵がたくさんある。どんな絵があったっけ。海の絵みたいになんとなく覚えてるのもあるけど。ダメ。描けなくてすっごくイラついて、スケッチブックごとまとめてゴミ箱に突っ込んだってことしか思い出せない。はあ、とりあえず、今日はニーゴのイラストのラフあげたいし、また今度、ゆっくり思い出せば。何？誰もいない。スマホが急に光ったからこっちで誰かが呼んでるのかもって思ったけど、まあラフあげなきゃいけないんだからさっさと部屋に戻って。あれ、なんだろこれ。光る玉？こんなのここにあったっけ。なんか場違い感すごいし、ひとまず拾って。何？眩しい。ここどこ？私さっきまで世界にいたはずなのに。ここは
アトリエだよね。うわ、何この紙くず。スケッチブックでも破いたのかな。ああ、こっちのキャンバスとか穴開いてるじゃん。こっちにもキャンバスが落ちてる。あ、ここにも。邪魔で歩けないし、この辺に落ちてるやつだけでも拾って置いとこう。っていうか、ここ誰のアトリエなの？こっちはこっちでやらなきゃいけないことがあるのに、なんで誰のかもわからない絵を片付けなくちゃいけないわけ？そうだ。絵にサインでも入ってればわかるかも。拾ったキャンバスのどれかに入ってたり。あれ？この海の絵、なんか見覚えが。これ、私の絵だ。あの時描こうとしてた海の中の絵。そうだ、思い出した。この穴も思った通りに描けなくてイラついて、私が開けちゃった穴だ。なんで私の絵がこんなところに。まさかさっき落ちてた紙。もうこんなに細かく破らなくたっていいでしょ。あ、こっちにも落ちてる。とりあえず拾って合わせられそうなところはパズルしてみたけど、やっぱり全部私が描こうとした絵だ。この森の絵は自分で破って捨てた覚えがあるけど、こっちの女の子を描こうとした絵はスケッチブックごと捨てたのに、なんでビリビリになってんの？っていうか、どうしてこんなところに。それにここがどこなのかも全然わかんないし、ひょっとして夢でも見てるとか、イラストのラフを描こうとして寝落ちしちゃったみたいな。考えても仕方ないか。それにしてもこんなボロボロになった自分の絵を見るのちょっときついな。自分で破いたのもあるけど、こっちの女の子の絵はそうじゃなかったはずだし、確か背景はぼかして手前にいる女の子に焦点を合わせて表情に力を入れて描こうとしたんだっけ。この子が見ている先には憧れの街があって、今からそこに自分も行くんだってキラキラしてて、瞳の中にうっすら街が映っているっていうのはやりたかったんだよね。でもお前に画家になれるほどの才能はない。書かなきゃ。何でもいいから書かなきゃ。このまま書けなかったら、私は本当に。どうして書けないの？なんで書けないのよ。あの頃は本当に何を描いてもダメで、ほとんどの絵を泣きながら描いてたっけ。この女の子を描いてる時もそうだった。描こうとするんだけど何も思い浮かばなくて、この子の目を通して描きたかったキラキラした思いとか憧れとかがあったはずなのに、何もわからなくなっちゃった。ごめんね。描いてあげられなくて。ねえ、ちゃんと描いてほしい。思った通りの表情にはならないかもしれない。それでも
今の私なら。やろう。ここがどこだとか、なんで私の絵があるのかなんて、もうどうでもいい。未完成の絵がこんなにある。だったら、どの絵も、今度こそ描き切ってみせる。これでなんとか穴を塞げたかな。大きく穴が開いちゃってるキャンバスがあったから、そこから布をもらって裏から貼っただけなんだけど、大丈夫そう。よし、まずは最初に見つけた海の絵から。この絵は海の中から水面を見上げてる構図で、水の質感や差し込んでくる光を描いて技術があるってことを見せようとした。でもうまくできなかった。技術が全然なかったんだから当たり前なんだけど、そんなことよりこの絵で表現したいことが何も込められてない方が致命的かも。もしあったとしても、あいつが許せない、見返してやるって気持ちくらいですごく空っぽな絵だから、技術どうこうより表現したい何かをしっかり決めなくちゃ。魚、人魚、イルカ、違う。綺麗な絵にはなるだろうけど、私が表現したいものじゃない。私が表現したいものは海の中、冷たい、溺れてる。でも必死にもがいてる。かすかに降り注いでる光に手を伸ばして、絶対あそこに行ってやるって。人物の全体は描かずに腕だけを描こう。今の私の実力じゃ難しい構図かもしれないけど、それでも沈んでなんかいられない。諦めない。立ち止まらない。私の絵を必要としてくれる人がいる。だから私は描き続ける。あ、そっか。この手は何かを掴みたいんじゃなくて、もう掴んでいるのかも。それを離したくなくて。いい感じにイメージ湧いてきた。できた。水の質感とか光の感じとか、やっぱり表現が甘くなっちゃってるところはあるけど、それでも描けた。こんな風に昔の絵とちゃんと向き合えてるのは奏たちのおかげだろうな。奏たちがたくさん勇気をくれたから。浸ってる場合じゃない。ここには完成させなくちゃいけない絵がまだたくさんある。よし。この森のデッサンは、そもそもパースが歪んでない？木の配置もなんかちょっと違和感あるし、紙も破れちゃってるし、新しく描き直さないと。まずこの絵で表現したかったことは、この空の絵は塗りまでたどり着いたけど、空の色合いや雲が納得できなくて途中でやめちゃったんだっけ。青空の透けるような感じも大事にしたいけど、雲の質感も活かしたいし、ぼかしを入れてみようかな。それから
拾った絵は、だいたい描けたかな。なんかよくわかんないけど、すごく集中できた。夢の中だから。とにかく、あとは顔が描けなくてやめちゃった。女の子の絵だけ。ごめんね。最後になっちゃって。この子、どんな表情にしてあげようかな。今なら、いいイメージが湧いてきそう。待っててね。イメージが固まったらすぐに。なに？あれ？世界に戻ってきちゃった。リン。じゃあ、私はついさっきまで思いのかけらの世界にいたってわけ？それは、そっか。あの女の子の絵だけ描けなかったな。ねちょっとね。でも、いい経験させてもらっちゃったかも。心配してくれてありがとう、リン。あの女の子の絵、こんな感じだったと思うんだけど。なんかちょっと違うな。あの場所ではいい感じに描けそうだったのに。やっぱり元の絵がないとイメージしづらいな。お母さん、どうしたの？ああ、これ？昔描こうとした絵を思い出しながら描いてるんだけど。え？嘘。それ、昔捨てたスケッチブック。なんであるの？まとめてゴミ箱に。あ。お母さん、ありがとう。魚がいいな。焼いてあるやつか、煮付け。味あんまり濃くしないでね。世界にあったあの絵は破れちゃってたけど、もしかしたら。あった。またあったね。今度こそちゃんと最後まで描いてあげる。さて、どんな表情にしようかな。